我々は今回、トポロジカル絶縁体を用いて、それに強磁性という、磁石の性質を導入することで、磁気の渦スキリミオンというものを発生させて、それを観測することに成功しました。でトポロジカル絶縁体というものは、最近非常に研究されている物質系ですけれども、そのトポロジカル絶縁体の、表面というのは金属的になっていて、でバルクというその物質の真ん中は絶縁体になっているというものなんですが、それが物質の表面で非常に電子が速く動くことができます。でそのトポロジカル絶縁体に強磁性を導入すると、トポロジカル絶縁体とその磁石の性質というのが合わさって全く新しい現象というのが出てきます。でそれがスキリミオンといって、台風のように磁石が渦状に並ぶということで、その渦の並び方が変わったり、あるいは渦ができたり消えたりということを利用して、磁気メモリーなどへの応用が考えられたりしている、基礎物理的にも非常に興味深い現象になります。私は、半導体のシリコンの、基板を使って、そのシリコンの上に10ナノメーター以下の、薄い、トポロジカル絶縁体膜を作って、それを電動測定によって、スキルミオンを観測しました。どういった工夫をしたかと言いますと、シリコンの基板の上に、自己形成型強磁性トポロジカル絶縁体マンガンビスマスアンチモンテルの2層を従来の非磁性トポロジカル絶縁体を挟み込むようなサンドイッチ構造を作ることによってスキルミオンを観測しました。具体的にどういった測定方法をしたかといいますと、ホール抵抗を観測することで、スキルミオンを観測したということです。ホール効果っていうものは、普通はその磁場をかけてあげると、キャリアがローレンツ力によって、曲げられること、あるいは、強磁性体ですと、その強磁性の実体の時間によってその電子のキャリアが曲げられる、そういったことによってその電圧が発生する効果のことをホール効果と呼ばれるんですけれども、特に、スキリミオンといいますのは、スキリミオン自身がそのスキリミオン由来の磁場を総発磁場といいますがを持っておりまして、それによってキャリアをまたさらに曲げられることによって電圧を発生する、これをトポロジカルホール効果と我々呼んでるんですけれども、今回はそのトポロジカルホール効果を、先ほど話しましたサンドイッチ構造によって、観測いたしました。さらに特徴的なのは、そのサンドイッチ構造じゃない、つまり、トポロジカル全体を挟み込まない2層だけの場合ですと、それは、トポロジカルホール効果は観測されませんでした。つまりそのトポロジカルホール効果、つまりスキルミオンを観測するためにはトポロジカル全体を挟み込まないとそれは観測できないということを、今研究では明らかにできたというのがあります。さらに加えて特徴的なのは、その従来、使われている物質ですと、トポロジカル全体にいろんな磁性元素を、ランダムに不均一にドープした、構造で、スキルミオンというのは観測されているんですけれども、それに比べて我々のそのスキルミオンの生成できる磁場領域っていうのが10分の1程度ということが、明らかになっておりました。それは、なぜそうなっているのかっていうと、そのランダムにドープさせた、磁性元素よりも、非常に密に、さらにかつ自己形成的に規則的に配列している構造をとっているから、その磁性の、相互作用というのが強くなったことによって、スキルミオンが、低磁場でも発生しやすいということが、今回の結果は示唆しているというふうに考えておりまして、つまり、その自己形成型強磁性トポロジカル絶縁体の結晶構造を反映したスキルミオンというのが今回は初めて観測できたというのが我々の研究になっております。今回我々の研究ではシリコン半導体基板上の上にサンドイッチ構造といった、トポロジカル絶縁体をその強磁性トポロジカル絶縁体で挟んだ構造において、そのスキルミオンを観測したという、初めての例になっているんですけれども、今後としましては自己形成型強磁性トポロジカル絶縁体がパンと見立ててあげれば、パンとパンの間に挟まった具を増やしていくっていうことになってくると、どういったところ物性が実現されるのか。例えばそのスキルミオンっていうのはそのパンのところに現れてくる磁気渦なんですけれども、その磁気渦が具の大きさによって変わってくるっていうふうなことになってきますと、上のパンと下のパンが何かしらの相互作用を働いているんじゃないかということにも結びつくわけなので、将来的にはそういったサンドイッチ構造でいうパンの部分を変えていってスキルミオンがどう変わっていくのかっていうところを詳細に明らかにしていきたいなというふうに考えております。
もう一つあとは産業的に将来的に貢献できるんじゃないかという、ちょっと期待している部分ですけども、その磁気渦っていうのは非常に環境からの、蒸乱に強いということが言われていまして、それを利用すれば強磁性トポロジカル絶縁体における、スキリミオンメモリみたいなものが将来的にできると非常に面白いなというふうに思っています。でそれの特徴として、我々のさらにスキリミオンの特徴としては、従来発表されているよりも、10分の1程度の小さな磁場でも生成することができるということで、将来的には書き換えが容易な、メモリという、さらに環境からのエラーに強いということが期待できまして、産業的に少しでもより良い、超低消費電力のデバイスとかそういったことにつなげていけると非常に光栄だなというふうに思っています。